はい、今日はですね、ちょっとエミーラの方に、少しサードパーティー製品を、つけようと思ってですね、今平塚の方に向かっています。はい。で、何をやりますかというと、一つはレーダー探知機をつけたいっていうのと、これですね、ミルテックの、エグゾーストバルブコントローラーっていうのを買ってきたのでですね、それをいつも M4 でお世話になってた、平塚にある B プラスさんという、ショップで、取り付けをお願いしようかなと思って今、向かっているところです。でミルテックのバルコンですけれども、基本的なモードとしては OEM モード、純正のままですね、ツアーとか、スポーツトラック入れた時に、車両側で自動的に、回転数に応じてバルブの制御を行ってるんですけれども、それを、そのまま純正のモードで使うっていうとこと、もう一個がもう完全に任意にオープンですね。回転数にかかわらず、モードにかかわらずオープンに、バルブをしておくことができるということで、もうちょっと、この前この車エンジン音が結構すると言ったことをお伝えしましたけれども、もうちょっと排気音が欲しいなということで、その対策として、今日やってみようと思います。ちょっとどのぐらいね変化が出るかっていうのはわからないんですけれども、ちょっとやってみたいということです。で、今ですね、ちょっとこの前とは、趣向を変えて、もう少しというか、POB 的な観点で今頭の上に、DJI アクション4載せてます。ちょっとどんな感じでしょうかね。これで、一応ホライゾンバランシングっていう、水平を一応カメラが頑張って維持してくれるというモードで、撮影してるので、どんな感じで映ってるかなというのをちょっとまた後で確認して楽しみに、したいと思います。はい、ということでですね、ミルテック、アクティブバルブコントローラーインストールが完了しまして、今ですね、せっかく平塚に来てるので、このまま本当は箱根でも行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと3連休中ということで道がどこ行ってもえらい混んでそうなのでですね、はい、なのでちょっとこのまま、東京方面に戻っていきたいと思います。で今車を引き取ったばかりで、モードとしてはトラックモードでバルブオープンの状態で走っています。第一印象はうるさいですね。うるさいというか、最初からこれぐらいの音量があったら良かったかなと思います。どうなんだろうな、ツアーにしたところでアイドリングの音は変わんないですね。走ってる時もオープンはオープンなんで変わんないのかな、変わんない気がしますけど、ちょっとツアーで変わんないですね。いいですね、この音ね。ちょっとトンネルがちょうど
今2速4000ぐらいしか回してないと思うんですけど、全然やっぱり音が違うなこれ。これをちなみに、こんな感じでリモコンがあるので、3だと OEM モード、ものすごい静かですね。で1でオープン。全然違うわこれ。これはですね、大人になりきれない、昔を思い出して、マフラーはうるさければうるさいほどいいという方にはおすすめですね。はい。で家の周りとか近所迷惑になりそうだという場合にはOEM モードに戻してまたツアーにすれば、いつも通り静かな感じになるはずですので、これでツアーの状態で、バルブを OEM モードに戻すと、3が OEM モードか。そっか。アイドリングの状態でも、はい、もういきなり静かな感じっていうのが分かりますね。今ちょっとね、窓を半分ぐらい開けてるので余計音入ってきますけど、もう全然、はい、もうコンフォートって感じですね。はい。でもちょっとこれだとやっぱ物足りないんですよ。で今ですね、東名厚木から、東京方面に戻りたいと思います。ということでちょっと海老名までね一旦行って体勢立て直して